どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ビヨンドです。今日は、刀の動画なんですけど、エブリィで撮っちゃってるんですけどね、例の、修理というかメンテしてる刀ね、あれの、最初は動画にするつもりなかったんですけど、今一応ね、取りっぱなしみたいな、据え置きみたいな感じで一応撮ってはいるんですよ。で、その中でですね、オーナーさんと話とかね、質問とか話の流れとかで、これ、ちょっと動画にしといたら、皆さんの多少の、知識の足しにもなるかなというような話とかもあるんですよ。ただそれをね、本編に入れてしまうと、オーナーさんとも付き合い長いんで、ダラダラ喋ってしまうんでね、もうそれだけで1時間、2時間とかなってしまうんで、ちょっとね、その辺を切り取りして、で、番外編として、ちょっとキュッともうちょっとわかりやすく話縮めたりして、そういうのをちょっと動画として編集して番外編みたいなのを作ろうと思います。で、その辺ぐらいのことは分かってるわっていうね、方も、常連さん結構マニアックな人多いんで、かもしれないですけど、そういう感じになるかもしれないんですけど、多少知識の足しになるかもなぐらいの、暇つぶし程度で見ていただければなと思います。ということで、本日はそんな動画です。でもう30年使いっぱなしじゃないですか。これもいずれ近いうちに交換するべきかもしれないし、こんなもん形が同じなら大体使えますからね。セルリレー、大方3種類ぐらいですけど、3種類ぐらいしかないんですよ、単車のセルリレーって。スクーター含めたらスクーター特殊ななんかリレーみたいな、こういうリレーが入ってますけど、普通に単車だったらこういうタイプのが、ゼファーみたいになんかここら辺に緑のプラスチックがついたものとかあったりするんですけど、この辺多分2000円ぐらいでなんぼでもあると思うんですけど、で、刀のセルリレーなんですけど、スターターリレーね。この辺の場所にあってですね、被覆を剥ぐと、こういう形状になってるんです。で、これ部品単体で見ますと、こういう感じなんです。これ一応車外なんですけど、これ仮に A タイプとしましょう。で、川崎とか、川崎の純正ですけど、これも同じようなタイプのスターターリレーです。で、最初からね、配線が出てるような、こういう社外品も売ってます。これね、全部 A タイプとして見て、どれでもこれでも、ギボシの加工とかそういうことぐらいはできるよっていう方ならね、どれ使ってでも流用できます。で、これの、作動の、回路図みたいなのを簡単に説明しますと、青色の中、これが、スターターリレーの内部です。本来は見えませんけど。で、ここに、セルボタンとしましょうか、これ。例えば、このセルボタンを押した場合に、こういう風に中の電磁石が上がって、スターターモーター、セルモーターまで電気が通って、セルが回るという感じです。で、次にですね、こういう一本線のタイプ。これの回路図はどういう風になってるかというとですね、これA タイプですよね。で、B タイプはですね、こういう風にマイナスの方に、スタータースイッチがついてるというような感じに回路図上は大体なってるんです。で、同じようにこのマイナス側のところが、セルボタンがそこにあるとするならば、セルボタンを押すと中の電磁石が動いて、セルモーターまで電気が通うと。で、プラス線はどこかっていうと、スターターモーターの回路の内部的なところでプラス線というのは繋がってるというような状態です。で、今度がですね、これは、車両のプラス電源まで一緒に取ってしまおうという、これを、じゃあ、A、B ときたから C タイプとしましょう。C タイプの、スターターリレーなんですけど、これの回路どういう風になってるかっていうと、ここにね、B と M というマークがついてるん
んです。必ずこれついてます。で、B と M が何かっていうと、バッテリー側から来る線をこっち側につないで、で、M 側から出た線をセルモーター、スターターモーターにつなぐというような印ですね。で、これの内部の回路はですね、バッテリーから来た、プラス線が、スターターリレーの内部的にヒューズに行きまして、で、ヒューズから出てきた線が上の段、ここに来てます。なんで、ここは、車両のプラス電源ということになります。で、下の段がですね、これがセルリレー用の端子ということになってるんですけど、こういうもんです。で、このね、M と B というマークがですね、逆になってる部品があるんですよ。で、逆になってる部品、全く形は同じなんやけども、B と M のマークだけが逆になってるというような部品もありますんで、元から B が、例えば右の部品が自分の車両についてるんなら B が右の社外品を選ぶとかね。車両にスペースがあれば逆つなぎをすればいいだけなんで、使えなくはないんですけど、最初から同じようなものを選んだ方が流用はしやすいと思います。で、最後、ちなみに、スクーターとかだとね、これアドレスかなんかかな。こういうスターターリレーがついてます。なんで、これがB タイプか。マイナスのコントロールですね。で、これ C タイプと。で、さらに A タイプ。で、こういうのは全部、どういう形状かという、見てね、もうわかるようになるんです。パッと見て、これこのタイプやなという風に分かってきたら、Amazon なりでね、調べたら普通にスターターリレーとか、セルリレーとかで調べたらなんぼでも社外品出てきますんで、そういう安いのを流用してもね、何ら問題はないと思います。ただね、あまりにも安すぎるのはね、ちょっとどうかなっていうところありますけど、純正がね、この刀の純正のスターターリレー7000円ぐらいします。で、アマゾンでね、安いの見たら1500円ぐらいでありました。で、メーカーにしてもね、これメーカーがスターターリレーって作ってるわけじゃないんですよ。電装屋が作ったものをメーカーが仕入れて、その車両に使用してるっていうだけなんでね、もともと電装屋が作ってるもんなんで、電装屋が売ってるものをそのまま買っても、普通に使えるっていう。理解さえしてれば、なんぼでも流用はできますよという話です。これなんですけど、刀のチョークレバーなんですけど、ここはね、壊れやすいとかよく言うんですけど、メーカーの、想定の経年は十分過ぎてるんで、もう30年なんでね、30年経てばそれはどこが壊れてもおかしくないっていう感じなんですけど、ここから貫通してて、軸が。で、ここが爪で引っかかってる感じなんですよね。で、ここの爪がね、痩せてくると。で、これがすっぽ抜けるらしいんですよね。で、この刀のオーナーさんも、チョークこう回してたらね、スポンとワイヤーがすっぽ抜けたって言ってたんですけど、ですね、もちろんここも壊れやすいは安いんですけど、他の車両だとね、例えば同系のインパルス400とかだと、ハンドルの辺とかにチョークレバーがついてるんですけど、あとはね、キャブに直接ノブがついてるやつとかあるんですけど、とにかく刀って特殊なんですよね、このチョークレバーの位置が。でですね、壊れやすくはあるんですけど、どういうんですか、こういう縦の力、この縦の力がきれいにかかってればそうでもないんですけど、ですね、これがね、キャブそのものが渋くなってくると、どうしてもこういう力じゃなしに、こう力がかかったり、こう力がかかったり、それでここに負担かかって、この爪が痩せていくっていうのもあると思うんですよ。もちろん壊れやすいんですけどね、もう30年も経てば。で、皆さん、例えばね、自分が見に行く方で、ヨッシーさんとか動画内でここにね、ボルトで決めて、ここ強化してたりするんですけど、
ヨッシーさんはね、なんか、ボルトが見えてブサイクになったとか言ってたんですけど、逆にね、自分的にはボルトが見えてるから逆にメカメカしくて、おもちゃっぽくなくてかっこいいなって思ったんですけど。裏からですね、ネジ止めをして、こっちをこのでかいワッシャーでね、止めて、ここをがっちりネジ止めしてしまうと。そういうことです。こうはまる。そして、ワッシャーで止めて、最後はこの袋ナットで締めると。ちょっとね、これネジがあるっていうのはかっこ悪いんですけど、裏はこういう風にしてね止めてます。これで我慢しましょまあまあ、それは置いといて。ここがね、キャブそのものがどうしても渋くなってくると、ここ壊れやすくなってくると思うんですよね。で、ここがキャブのチョークのプランジャー引くところなんですけど、このステーが曲がってたりとか、ここの中がね、ちょっと渋くなってくると、これ自体が硬くなって、レバーの方に負担かかるっていうのがあると思うんですよ。だからね、例えば、ここ、ステーがありますよね。このステーを指でこう、グッとこう、引っ張れる。これ軽く引っ張れるわけですよ。これがちょっとでもね、なんかこう、抵抗があるとか引っかかりがあるとかだと、こうね、なんか、光をこう指で引っ張ってみて感じるようでしたら、ちょっとね、この中の方をね、ちょっとスムーズにするというか、その辺をちょっと説明しようと思います。中途半端にこれ、ワイヤーも引っかかってあるんですけど、軽く引けますよね、こうやって。
なかなか進まないでしょ。こんなとこまで回るとは。ここがチョークの経路なんですよ。はい。チョーク引いた時だけここにガソリンが来るんですよね。へえ。多分これがどんどん渋くなっていくから、これであれじゃないですか、チョークのこれがボレって外れたとか、多分気づくのカチカチになってたでしょ、ノブ自体が。それはもうここがあんだけ硬かったらスイッチがどうのっていう問題じゃなかったんでしょうね。スイッチというかこのつまみが。だけどつまみの方に負担かかってブリンといったんでしょうね。でも中しっかりしてましたね。ただゴム自体はまだ生きてますね。死んでない。だから過去にどういうんですか、雑な整備でちゃんとばらさずに円痕の中にバーって振りまいたりしたらカピカピにゴムがもう朽ちるんですけどね。まだそういう雑な整備をされてないから生きてますね、ゴムが。よー